ギガスクール構想に基づく小中学校での一人一台端末の活用が始まっておよそ1年。端末を活用した子どもの新しい学びに注力する各学校、教育委員会や自治体のさまざまな取り組みを紹介します。春日井市立高森台中学校では11年前から日常的な ICT の活用が進められてきました。現在生徒たちは課外活動や委員会活動などでも積極的にクラウドを活用しています。高森台中学校が早くから ICT を導入した目的は、子どもたちが主体的に学ぶ授業を実現するためです。その授業実践を見ていきましょう。中学2年、近畿地方について学ぶ地理の授業です。授業をするのは小川進先生。先生はこれまで生徒たちの問題解決能力を育む授業に取り組んできました。前回までの授業で生徒たちはこれだから近畿地方と言えるという仮説を立て、それを証明するスライドを制作していました。この日はその証明を検証してより良いものにするのが課題です。今大事な視点を2つ挙げておきましたので、ノートにメモしておきなさい。先生はまず検証する時の重要な視点を記録させることから始めました。そしてディスカッションの目的を生徒たちに考えさせます。お互いに見せ合ってその後話し合いするとしたら、どんな最後にね、自分にとっていいものを得たいですか？私もいろんな人から意見もらって、もっと自分の考えを深いところまで持っていくことかなって思いました。相手との違うところを見つけること。友達から意見を引き出すプレゼンテーションをするために重要なポイントです。ディスカッションの相手は生徒自身で探します。手がかりにするのは共有されたこの Google スプレッドシート。クラス全員が自分の仮説を記入しています。これを見て自分と同じ仮説か違う仮説かを判断して相手を選びます。検証の要点、ディスカッションの目的を考えながらプレゼンテーションの開始です。このように近畿地方であれば外国人観光客が多いと思います。歴史のある建造物があれば、近畿地方だろうっていう仮説も立証されたのではないかなって思いました。歴史のある建造物があればだと、だって別に名古屋だっていろいろあるじゃないですか。名古屋城とか歴史的建造物の写真入れるなら京都だけじゃなくて他の近畿地方の県のも入れた方がより説得力が上がると。なるほど。ディスカッションが終わると各自どんな意見をもらえたのかやディスカッションを通して気づいたことを共有するスプレッドシートに記入します。自分で気づかなかったことを指摘してもらったり、逆に指摘することでお互いに良いものができた。多数の意見を比較したり、いろいろな視点から資料を見つけることの大切さに気づいた生徒もいます。授業を受けた生徒に感想を聞きました。昔は、先生だったり教科書から情報を得ることが多かったんですけど、でも今は自ら学びに向かうことが容易になって、で先生たちに教えていただかなくても自分で考えたり学んだりすることが、よりできやすくなっていると思います。東京学芸大学の高橋淳先生は、この授業の特徴は学び方を教えていることだといいます。知識にも質があるっていうことは小川先生の授業の大前提なんだと思うんですね。明日中国文明が出るからこのこと答えなさいって言われてる話と、中国文明とメソポタミア文明の違いをいつ聞かれても
喋れるみたいなことでは同じ知識でも、全然レベルが違うわけです。でそれはもう一コマの授業では絶対身につかないですね。だから小川先生は学び方もセットで教えることを通して放課後でも何日か経った後でも夏休みでも卒業した後でも勉強し続けてほしいっていうそういう願いを込めて端末を使った勉強の仕方学び方として教えているっていうのが小川実践の特徴だと思います。2年生の数学2、三角形の合同を証明する授業です。教えているのは長縄正義先生です。これを含んでいる三角形見つけりゃいいね。授業の始めは復習。合同条件など前回の内容を授業の3分の1ほどの時間を使って生徒と確認します。復習が終わると演習です。Google クラスルームに先生が用意した練習問題から始めます。まずは全員が A か B の見通しから始めます。どちらをやるかは隣の人と分担。共有する Google ジャムボードで担当する問題に取り組みます。正方形って全部の比等しかったよね。正方形。解き方に迷ったときは友達のジャムボードも参考にします。その間、先生は端末で生徒の進み具合をチェック。生徒のジャムボードに直接ヒントを与えます。見通しが終わると、問題を分担した隣の人と話し合いです。疑問点を教えてもらったり、担当しなかった問題も友達の解き方から学ぶことができるのです。じゃあ見通し立ったところどんどん次照明の方にしてください。それが終わると証明です。自分が立てた見通しをもとに問題を解きます。そして証明問題が終わった人から今度は演習問題に進みます。演習問題は復習、類題、応用の3つのレベルがあり、生徒は好きなレベルを選び、それぞれ見通しを立てたり、証明から始めたり、自由に取り組むことができます。ある時にちょっと動画を使って作図の練習をさせてみたんです。そしたら子どもがその動画を見ながら自分のペースでこの勉強をし始める様子を見て、もしかしたらこれからのこの授業のやり方っていうのは今までのように教師がこう全部教えていくようなスタイルではなくって、この動画を見ながら子どもが勉強しているような、子どもがこう学びたいものを自分で学んでいくことに変わっていくのかなって、もうそこから一気に授業が今のスタイルに変わっていきました。授業を受けた生徒は、教科書の問題、人それぞれレベルも変わってないから、難しい人にとっては難しいかもしれないけども、分かっている人に関しては応用問題の方とかを解きたいんですよ。自分が応用やりたいと思ったら応用やればいいし、不安だったら類題とかでもう一回練習すればいいから。職員室の一角、定期的に開かれる社会科の教科部会です。この日は授業を見て改善点を検討する会議ですが、2人しかいません。ここにいない先生はチャットで参加するのです。話し合っている内容も共有されます。このような会議以外にも、チャットでの情報の共有など、クラウドを活用した小さなディスカッションが、時間や場所を選ばず、活発に行われています。教務主任も務める小川先生は、その職員室でやってるのは一斉の出でやるっていうよりかは、なんかちょっと遊びみたいにして、ちょっと誰々先生これ使ってみようよみたいな瞬間を作ります。でそういうのが面白いねって人が集まってきて、でさらにその輪が広がってみたいな場面もあります。でちょっとずつ認知されてきたなって思った時に小さな研修を組みました。
それも本当にスモールステップにして、みんなでジャンボードに入って何か書いてみようとか、あと同じスライドをみんなで共有しようとか、そんな小さな成功体験をみんなですることで広がりがこう見えてきたなというふうに思います。現在では様々な授業の場面で ICT が積極的に活用されています。例えば体育のマット運動。生徒たちは用意された動画で演技のポイントを予習します。授業では自分の演技を Chromebook で撮影。友達や先生と動画を見ながら動きを修正して演技を完成させます。理科の実験では Google ジャムボードを使います。班で共有される白紙のジャムボードに実験計画や結果の分析をまとめています。国語の授業では生徒は自由にインターネットで検索して情報収集。共有する Google ドキュメントで提出された課題には先生がコメント機能を使ってその場ですぐにアドバイスを送ります。こうして ICT を活用する先生の授業を参考にしようと他の先生が見学に来る光景も当たり前になっています。学年や教科を超えた学び合いです。ICT の活用を支えてきた水谷俊孝校長先生は、やっぱりやってるうちに先生たちの考えがだんだん変わってくる。最初は教えないのにどうやってやるんだろうかって、子どもたちできるのか、それからいわゆる記憶再生の学力はつくのかとか、そういうことはみんな思ってたんですけど、だから自分はこう頑張りながらちょっと変わり始めた先生を応援しつつ、その情報をみんなで共有して自分も応援するけど教務とか教頭とかと一緒に考えながら、無理だからでついついやれるからこうガーッて行きたくなるんだけど、無理すんなよって言って少しずついいからっていうことでやってきたかなっていうふうに思います。はい。ICT を活用して生徒が自ら学ぶ授業が広がる一方、高校入試とは切り離せない中学校で不安はないのでしょうか。まずもって入試というのはおそらくこれからも大きく変化はしていくんじゃないかなというふうに思っていますし、そういったところに私たちも注目しています。特にやっぱり昨年度の大学入試の共通テストの問題なんかを見ますと、ある程度の速さで自分の求める情報をきちっと整理できるかというところもすごく要求されているなっていうことがありました。で、何かまとめて表現しようと思うとやっぱり正確に情報を引っ張ってこないとできないですよね。で、そういう時にやっぱり子どもたちは自然と正しい情報はどれだろうって印ができるようになったり、うまくそれを組み合わせようとして確実に友達と相談しながらでも前に進めようみたいな姿はすごく出てきているので、そういった点では非常にリンクしているなというふうに私は考えています。最後に東京学芸大学の高橋淳先生に中学校で ICT 活用を進める時のポイントを伺いました。今まではですね、今自分が発言したいから発言するとか、今私はノートにまとめたいんだとか、いやいや私は今ドリルみたいに少し練習したいんだとか、ああいう自由は全然なかったわけですね。決められたミッションを自分なりのやり方でアウトプットを中心にやっていけるっていう、そういうようなやり方の時間ができたっていうのは、僕は非常に中学校の勉強の仕方としては大きいなというふうに思ってます。最後にやっぱ課題が出るってことも分かってますし、それがクラスルームでもう課題が予告されてるわけですね。それをめがけてインプットしてる節はありますので、かなり見通しを持って今まで以上にしっかりと勉強しているなっていうふうには感じてます。そのあたりが中学校のこの端末利用の落としどころなのかなっていうふうには思っています。